地下に広がったサッカーコート4面分の広大な水処理施設。回収率が 75% となっておりますので、だいたいこの汲み上げたお水が工場を3.5回ぐらい使ったうちにようやく工場の排水として出てくるというような形になっています。今回は TSMC 熊本工場の排水に注目します。半導体の製造に大量に必要になる水の流れを整理すると、まず工場内の8つの井戸から1日8500トンほど水を汲み上げます。ナノレベルのゴミの付着も許さない半導体の洗浄には混じり気なしの水、超純水が必要で、3つの工程を重ねることで作り出します。超純水は半導体製造装置が並ぶクリーンルームへと送られます。半導体の洗浄に使われた後の排水は含まれる化学物質の種類や濃度によって36種類に分けられ、それぞれに適した処理をすることによって再利用可能なほど水を浄化。工場内の水は平均 3.5 回繰り返し使用されますが、永久に再利用できるわけではありません。こちらは TSMC 熊本工場の先月の水の使用量です。1日平均4800トンの水を汲み上げ、再利用水を含め19200トンの水を使用。3960トンが毎日下水処理場へと排水されています。工場から放出するしかなくなった水の処理はどうしているのか。日本の基準に適合させるために対策を講じています。前まではもう何も設備がないところでした。これは追加投資を実施して、ここに新しいフッ素を除去するような設備っていうものをここに設置させていきました。このような設備は台湾にもない。台湾の方でもないです。こちらは日本、放流の規制値が日本と台湾では違っていて、日本の方が厳しくなるので、ここは日本だけの特殊なシステム。化学物質の含有量などが基準を超えないよう監視体制に力を入れているとしています。こちらで、最後の水質っていうものが、確認した後ですね、こちらから下水道最終の放流というものを行わさせていただいている箇所となります。このように大量な計器をつけていて、常に24時間モニタリングをして、異常時などは当直のスタッフがすぐに対応するような形になっています。もし基準を超える値が検出された場合は、変な値が出てしまいましたって言った時に、あそこに自動弁があって、自動で切り替わって下水道への放流をストップします。もう自動で。で、手前の処理のまた頭に戻ることによって、また処理をかけて、変な水が来た時はもう自動でバルブの切り替えがあって弾いてくれるようになってます。こうした TSMC の水処理によって県内の環境は守られるのか。東京大学大学院などで40年以上半導体の研究開発に携わってきた半導体研究の第一人者、熊本県立大学の黒田忠宏理事長は、単に不安だとか安心してくださいということではなくて、サイエンスできちんと説明すべきだと思います。もちろんこれは今までもサイエンスをやっていたわけで、そのサイエンスが教える範囲内では問題がないからこそ、そういう説明もしながら、始めたわけであります。全くわからないのに始めたというわけではもちろんないわけでありますね。熊本の2つの工場を合わせても台湾で稼働する TSMC の生産規模と比べれば10分の1以下。それでも台湾で目立った環境への悪影響は報告されていないということです。今日安全でも明日はだから何もしなくてもいいというわけではない。常に第三者がモニターする、その結果を地域住民含めて世界に開示する、そしてそれに対して、
サイエンス、科学者やですね、第三者の立場から、今度はサイエンスの手法をとって、非常に、冷静にその内容を分析し、そして考えると。TSMC 熊本工場の排水は、各ポイントごとに県や熊本市などが監視することになっていて、その結果を専門家が分析・公表することになっています。TSMC 国内メディア初の単独取材。最後に撮影することができたのは工場の要、モニタリングルームです。あそこに映ってるのは、例えば水であったら放流のところであったり、機械だったら大気の部分だったり、本当に環境に影響する部分であったり、常にあそこの前のモニターに張り出して常に監視してます。水処理のすべてのシステムっていうのがここに集約されています。で、さっき見たフッ素ですね、今 2.47 って書いてありますが、常にここの中央監視ルームで現場の計器の値っていうのはすべて吸い上げていますので、このような形で管理ができると。で、何かトラブルがあった場合はこちらに座ってる当直のスタッフが常に24時間対応をして、異常なことが起こらないように風に対応をしています。水の汲み上げ量などを見るに、現在の工場の稼働率は 50% ほど。これからフル稼働を迎えます。水課のスタッフ含めジャスムの社員は熱量を持って、情熱を持って常にこの工場の運営というものを行っております。その上でですね、今後こういう異常なことが起こらないように、今までも起こってないですが、これからも引き続き起こさないように、こちらの工場の安定運転というものに、臨んでいければなとは思っています。地下水を、環境を守るため、行政、そして県民も目を光らせ続けることが重要です。